これが DJI のマイク3ですね。なんか今回からマイク3って表記されるようになりましたね。なんかちなみに今使ってるマイクが DJI マイクミニで、ケースもねちょっと大きさが違ったりしてます。でマイク3はケース開けるとこんな感じになっておりまして、でこの蓋の裏側にイヤホンのケーブルと、イヤホンというかマイクのケーブルかと、あとこのマグネット収納する場所がありまして、なんか前はこのトランシーバーのところにくっつけて、でそのまま収納できたんですけど、なんか今回はマグネットの所定の収まりのいい位置があります。ここですね。でこのマイクのケーブルもこんな感じにすると綺麗に蓋を閉めることができます。これが DJI マイク3のトランスミッターですね。でかなり小型化されまして、マイク2から比べると。で見てもらったら分かるんですけど、マイク端子、イヤホンジャックが省略されまして、ラベリアマイクとかは使えない感じになっているので気をつけてください。そして今回はですね、このクリップですね、これが外せるようになっておりまして、しかも上下左右自由に角度を変えられる感じになっています。そしてこれがレシーバーですね。本体の左側にマイクの出力端子と、あとモニター用のヘッドホンジャックがあって、右側は電源ボタンですね。で基本はこの正面のタッチパネルで操作する感じになります。このレシーバーのメインメニューのトランスミッターセッティングに行きますと、このアダプティブゲインコントロールっていうのがありまして、これを選ぶと音量のコントロールですね、それを自動でやるかやらないかっていう。でこれをオンにすると、さらにダイナミックかオートマチックかっていうのを選べるようになります。でそれぞれのトランスミッターのセッティングに行くと、まずこのノイズキャンセリングですね、これが標準ベーシックなのか強ストロングでかけるのかっていう設定と、あと音質のトーンですね、人の声をレギュラーなのかリッチトーンなのかブライトトーンなのかって、これは3種類選べるようになっています。そして今これマイクをマイク3に変更しまして、まずは音質の変更からですね、今レギュラーで喋っております。それをリッチに今変えましたが、音質、自分の声の感じはどういうふうに変化しているのでしょうか。そしてこれからリッチから今ブライトに変更しました。今ブライトで喋っております。音質はどんな感じで変更されているのでしょうか。そしてもう一回レギュラーに戻りました。音質どれくらい変化しているのか楽しみです。あとこっちのですね、アダプティブゲインコントロール、今オートマティックでオンになってましたけど、これダイナミックにすると、例えばですけど、こういう室内とかですごい小さい声で喋る時もあれば、めちゃくちゃ大きい声で喋る時もあるんですけど、なんかそのバランスをとって音量を一定に保ってくれるっていうのがダイナミックで、このオートマティックっていうのは、多分とにかくすごい大きい音がいきなり鳴った時とかに音割れしないように調整してくれるのがオートマティックなので、僕は基本的にはオートマティックでいいかなと思っていますけど、こういうシチュエーション、室内で人がしゃべるっていう時はダイナミックにすればいいかなと思います。今ですね、外に出てきまして、でノイズキャンセリングをオフにしてます。で結構川があってうるさい環境なんですが、どんな感じでしょうか。
今から、ノイズキャンセリングをオンにします。これが今ノイズキャンセリングオンのベーシックですね。音はどんな感じでしょうか。まだかなりうるさいかもしれませんが、そして今ですね iPhone に接続してノイズリダクションをストロングにしました。音質はどんな感じでしょうか。今ね結構風も吹いてますけど、動画を撮る環境としてはかなり雑音多めのところですが、どうでしょうか。こっちがマイクミニでこっちがマイク3なんですが、大きな違いはですね、特にこのトランスミッターに関してはマイクミニの方はインターナルレコーディングができないです。のマイク3の方はこの録音ボタンがついているので 32 ビットフロートで単体でこれで録音することができます。そしてこれが一番大きな違いだと思うんですけど、こっちのレシーバーですね。マイクミニの方は音量調整はできるんですけど、それ以外の設定の変更とかはできない感じになっていて、でマイク3の方はこれが液晶タッチパネルになっているんで、ここで全ての変更をすることができます。これが一番大きいかなと思いますね。マイクミニの方だとスマホのアプリにつないでアプリでいろいろ設定を変更するっていう感じなので、細かく設定変更したいっていう時はこっちのマイク3の方が断然使いやすいですね。そして今回のこの DJI Mic 3はこのトランスミッターですね、これが最大4台まで同時接続ができるようになっております。ここのゲインコントロールとか行くと、今2台しかつながってないので1台と2台のところしか表示されてないんですけど、こっち行くと3、4と4台まで同時に接続できるようになっています。で、このレシーバーは最大8台まで同時に接続することができます。僕はねそんなにカメラを同時に8台使うとかっていうシチュエーションはないんですけど、でもこのトランスミッターは2台以上必要っていうか欲しいなって思う時は結構あったので、もしかしたらこのマイク3のトランスミッターだけはちょっと単体で追加で買うかもしれないですが、それで僕の感覚から言うとこのマイクミニの方がなんか音が劣ってるとかあんまりねそういう風に感じたことはないので、だからどっちを選ぶかっていうとマイク単体でレコーディングしたい人とか、あとは設定をこのタッチパネルの液晶でこまめに変えたいっていう人はこっちのマイク3を選んで、気軽に録音したいっていう人はマイクミニを選べばいいのかなと思いました。では。